こんにちは、ミッキーです。今回は実は穴場な大人エリア品川カフェ5000をご紹介していきます。古くから交通交易の拠点として栄えまして、特に IT 企業が多かったり、空港へ向かう途中の路線としての利用が近年では盛んな品川エリア。最近では新幹線の停車駅としてはもちろんのこと、リニア中央新幹線の乗り入れも含めまして、おそらく今後改めて勢いを増していくことかなと思っています。新宿、渋谷、池袋エリアのような若い街ではなく、かといって東京駅を中心としたエリアのような着飾った感じでもない、程よい都会感で日常を過ごせる大人の街がこちらの品川エリアになっています。だからこそきっとお気に入りのカフェも見つかるかと思いますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは五反田駅の近くにありますブレッド&コーヒー池田山というところでございます。自家製パンと自家焙煎コーヒーをコンセプトに、お子さんから年配のお客さんまで誰もが普段使いできるようなお店を目指す地域密着店になっています。ちょっと駅から歩くんですけども、ワンコインでいただけるモーニングセット等もありますので、とてもおすすめになっています。素材の持つ味や香り、食感を最大限に生かしたパンを届けたいという思いから、手間を惜しまず粉のこね揚げから全て店内で行いますオールスクラッチ製法にこだわっています。こちらガラス張りの店内では焙煎やパン作りの様子を眺めつつ、こだわりのパンやコーヒーを楽しめます。お店の人気ナンバーワンはパンドミでございまして、独自の製法で水分量を 90% にまで高めた生地はしっとりもっちりしていまして、小麦の美味しさを存分に感じられるような一品になっています。お客さんから食べたいパンを募り、パンドミと同じ生地で作りましたメロンパンも根強い人気があるということでございました。先ほど申し上げました通り、ワンコインで楽しめるモーニングメニューの中では一番おすすめでございますパンドミのトーストセットもいただくことができますので、ぜひとも頼んでいただきたいなと思ってるんですけれども、モーニングの時間帯は10時までと限られていまして、私この日は10時ギリギリに訪れてしまいまして、モーニングには間に合ったんですけども、パンドミは全て売り切れてしまっていましたので、ぜひ余裕を持ってモーニングを訪れてほしいなと思っています。そんな中、代わりにギリギリでいただくことができましたのがこちらのクロワッサンセットになっています。円安による原材料の高騰に加えまして、物価自体もそもそも上がっていますので、この500円のワンコインでいただけるモーニングというのは本当に貴重だなと感じているんですけれども、その中12月現在でも500円でいただくことができましたのがこちらのモーニングセットになっています。クロワッサンもこれだけ大きくて本格的なものでしたので、ぜひともいただいてほしいなと思っています。続いてご紹介しますのは、大関からスノービーンズコーヒーさんでございます。4通りの抽出方法を用意し、バリスタがお好みのスタイルで提供してくれますこだわりのコーヒー店になっています。まったりとした口当たりでほんのり甘みを感じられますネルドリップ、酸味抑えめのコクが味わえますエアロプレス、雑味がなく豆の個性がきれいに抽出されるペーパードリップ、そして旨味成分を含むオイル部分が抽出できるフレンチプレスなど4種類楽しむことができますので、ぜひバリスタさんと相談していただきまして、お好みの豆でお好みの一杯を頼んでいただきたいなと思っています。店内にはこういった形でスペシャルティーコーヒーの説明があったりとか、あとはこちらですね。実はダッチコーヒーと呼ばれます専用のドリップサーバーになっていまして、店内のフロア中央に設置されています。こちらではアイスコーヒーを18時間かけて丁寧に抽出していまして、そちらも本格的な一品になっています。今の季節はだいぶ寒くなってきましたので、そういったダッチコーヒーのアイスコーヒーよりかはホットコーヒーをいただきたいなと思うんですけども、その辺はその時の気候やご自身の気分に合わせて楽しんでいただければと思います。そんな感じで抽出方法のこだわりを説明してきたんですけども、肝になるコーヒー豆自体もとても厳選しておりまして、季節で厳選されましたスペシャルティーコーヒーの木豆を使用し、自家焙煎で生成してくれています。カフェラテやカプチーノはもちろん、カクテルのようなアイスコーヒー、カフェシェケラートやアフォガードなどエスプレッソメニューも充実していますので、冒頭で申し上げました
抽出方法を生かしたブラックコーヒーはもちろんのこと、エスプレッソドリンクも注文していただければと思います。他にも紅茶のメニューが豊富だったりとか、あとは手元で映しています通り、スイーツ、そしてフードメニューも充実していますので、様々な用途で使うことができるかなと思っています。また、今映させていただいています通り、お店自体7時半からやっていまして、11時まで提供されていますモーニングサービスとしましては、ドリンクメニューを1杯注文することで、こちらの厚切りトーストが無料でついてきますので、とてもおすすめになっています。そして特徴的なのは、トーストの味付けとしまして、3種類のジャム、そしてバター、ヌテラチョコなど使い切れないほど豊富でございまして、手前にはシロップもありますね。厚切りトーストも2枚で贅沢にいただけるんですけども、味付けも選ぶことができますので、贅沢なトッピングと合わせて、そして美味しいコーヒーと合わせて朝の時間を充実させていただければと思います。続いてご紹介しますのは、北品川駅の近くにあります、ノグコーヒーロースターさんでございます。北品川と言いますのは、おおよそですね、天王ザイルからも歩いていただくことができますので、天王ザイルの方がアクセスがいいよという方に関しましては、そちらから訪れていただくのもおすすめかなと思っています。美味しいコーヒーをもっと普通にを掲げまして、すべての人が当たり前に美味しいコーヒーを飲んでいるような世の中を作ることを目指す勢いのあるコーヒー店になっています。このノグという名前の由来には、店主の野口さんという名前が由来しているかと思いまして、もう本当にこの店主さんがですね、コーヒーに対する愛情が深いんだなという思いをホームページからもバシバシと伝わっていますので、ぜひともですね、確認していただいた上で、こちらのお店を訪れていただくと、そのコーヒー好きな方にとっては、ますますその雰囲気も含めて楽しめるかなと思っています。ちなみにノグコーヒーさんはオランダ製焙煎機のギーセンの日本総代理店でもございまして、日本国内での焙煎人口の増加も支援するような様々な取り組みも行われているということでございます。私たちのコーヒーコミュニティから幸せと成長の輪を社会に広げるなどをビジョンに掲げまして、カフェの運営やオンラインストア、ワークショップの開催など、コーヒーへの情熱を注ぎながら日本全国へ影響を与えています。その具体例として、レストランやカフェ、ホテル、オフィスなど様々な企業様へ業務用コーヒー豆の卸販売も行っていることが挙げられます。まだこのチャンネルではご紹介できてないんですけども、日比谷の連日行列ができるカフェ、ビュエッテや、過去に麻布編や水道橋編でご紹介してますような、ダンボドーナツ&コーヒーさんなどの有名店も取り扱っています、まさにプロ御用達のコーヒー焙煎店でございます。で、コーヒーへのこだわりをたくさんご紹介してきたんですけども、先ほどから映像で映しています通り、お店の中の空間もとても素晴らしくてですね、土地柄もあると思うんですけれども、広々とした空間の中で緑もありつつ、ゆったりとした結構高級感のあるソファー席なんかもあったりで、本当に居心地のいい空間になってますので、例えばこの辺にお勤めの方なんかは、テレワークの場所としても使っていただくことができるかなと思っています。あとはコーヒー今映してましたけれども、パッケージもとてもアーティスティックで美しい感じなので、ぜひともですね、お土産用にも買っていただくといいかなと思っています。で、コーヒーメニューも比較的豊富でございまして、ドリップコーヒーで豆本来の味わいを感じていただくのはもちろんですけども、例えばエスプレッソドリンクを頼みたいんだなっていう方に関しましては、エスプレッソドリンクもいただくことができます。そんな中、今回私がいただきましたのは、こちらのあんバターワッフル、加えてカフェラテでございます。まさにエスプレッソドリンクなんですけども、ラテアートもしっかりとしていただくことができまして、あんバターワッフルに関しましては、自家製のワッフル生地に挟んであんバターをいただくことができますので、特にあんバターサンドが好きな方に関しましては、必見のメニューになっているかなといったところでございます。こちらの店ではエスプレッソマシンやグラインダーをはじめとするコーヒー関連機材の販売もしているということでございまして、新規開業を目指す方へのマシンを含めたご提案やトータルプロデュースも行っているということでございますので、もしですね、今後カフェ経営をされたいなという方に関しましては、必見のお店になっていました。続いては、2020年3月、新駅高輪ゲートウェイ駅にオープンしましたスターバックスの新コンセプト店をご紹介していきます。JR 東日本がグローバルゲートウェイ品川をコンセプトに様々なやってみようを盛り込んだ新駅でスターバックスコーヒーとコラボレーションを実施しました。具体的には多様な働き方にフィットする新たな店舗空間でございます。スマートラウンジを日本初導入し、半個室席など一人使いやビジネス利用のニーズに特化した店舗空間を実現しています。こんな形で一人一人が黙々と勉強や仕事に向き合っている姿が印象的でございます。
こんな形で半個室ブースがあったりとか、あとはこの JR 東日本のブース型シェアオフィス、ステーションブースを初めてスターバックス店内に設置したということでも話題でございました。周りの雑音もシャットアウトできるこのステーションブースはですね、急なリモート会議等にも対応できるところが嬉しいポイントになっています。他にも複数人での打ち合わせなどに利用することを想定したビッグテーブルの設置、またこちらテラス沿いに並ぶパーソナルなスペースを区切ったカウンターテーブルの全席に電源を配置しておりまして、そういったところも嬉しいですし、さらに持ち運び可能なモバイルバッテリーのシェアサービスも取り入れ、まさに至れり尽くせりでございます。開店当初は日本初のキャッシュレス特化店舗としてスマートな購買体験を実現し、モバイルオーダー&ペイ専用カウンターを初めて設置したことでも有名になりました。こちら高輪ゲートへの設計、実はですね、以前からご紹介させていただいています隈研吾さんという建築家の方が作り上げた駅になっていまして、その隈研吾さんが作り上げた高輪ゲートウェイ駅の美しさと調和するように、実は店舗自体もですね、新駅に馴染むような素材、色合いを採用しまして、シームレスに駅とつながるような店舗デザインと空間に仕上げたということでございます。こちらの店舗、こんな形でスイーツもとても充実していますので、小腹が空いた時なんかに使うこともとてもお勧めできるかなと思っています。高輪ゲートウェイ駅自体がコロナ禍にオープンしたということもありまして、まだまだ訪れたことがない方も多いかと思うんですけども、ぜひこの機会に訪れていただいて、スタバの魅力と一緒に駅の魅力も感じていただければと思っています。そして最後にご紹介しますのは、大井町からパークコーヒーさんでございます。こちらは2021年の10月にニューオープンしたお店でございまして、東急グループが運営しているカフェだということでございます。ただですね、結構グループ経営をされているようなお店というよりかは、個人経営されているような、なんかこだわりが詰まったお店になっていましたので、ぜひともですね、訪れてほしいようなお店になっています。誰もが幼い頃訪れるであろう場所、そして新たな友人や遊びと出会う場所、そんな大人になっても立ち寄れます公園のようなコーヒーショップがコンセプトのカフェ、パークコーヒーさんでございます。こちらはおしゃれながらもどこか居心地が良く、気軽に美味しいコーヒーが味わえる空間として、オープンから約1年になるんですけども、とても人気を博しているお店になっています。先ほど申し上げました通り、東急グループが自社所有地を活用しておりまして、店舗運営は以前にご紹介しております自由が丘のサンセットコーヒーを手掛けるシードさんが担っているということでございます。こちらのお店ではカウンターや座席、スタッフのエプロンには駅や工場で使われなくなった素材を利用しており、コーヒー以外にも見どころがあるカフェになっています。具体的に申し上げますと、東急線車両の一部座席や手すりなどの廃棄部材を使ったりとか、縦看板には東急池上線池上駅の木造旧駅舎の廃材を使ったということでございました。本当に東急さんの思いが詰まったようなお店になっていますね。そんな中、この日いただきましたのは、こちらのカフェモカとかぼちゃのチーズケーキでございます。ちなみにコーヒー豆は、以前に三軒茶屋編でご紹介しています、オブスキュラコーヒーさんの監修だということでございます。もちろんスペシャリティコーヒーです。ちなみにこちらいただきましたチーズケーキなんですけれども、店員さんに無理を言っていただいてしまったんですけれども、解凍したばっかな様子になっていますので、結構硬い感じかなと思いますけれども、解凍してから時間が経ちますと、もっとクリーミーな感じなチーズケーキになるかなと思いますので、ぜひその辺はご自身で訪れていただいて確かめていただければなと思っています。以上、今回は品川カフェ5選をご紹介させていただきました。このチャンネルではまだ品川編のご紹介してなかったので結構新鮮だったかなと思いますけれども、品川にはですね、たくさんのおすすめカフェがあります。結構その品川駅中心に関しましてはオフィス街ということもありまして、日常使いというよりかは作業向けなカフェが多いんですけれども、品川エリアという形で少し視野を広げつつ、ターミナル駅ではなくて品川エリアにお住まいの方々が日常使いされているようなカフェを探していただくと、とてもいい空間が広がっていますし、まさに地域密着という形で結構お財布にも優しいような値段で提供されているところもありますので、ぜひ皆さんの方でもおすすめのカフェ探していただいて、もし気になるカフェ等がありましたらコメント欄でも教えてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。